別れたいって言ったら今からホームに飛び降りて自殺するからみたいな。自分にも気があるんですよ。そういう風にさせてしまっている自分がいるってことです。なんか全然違う海外となんかごめんなさい、新しくて。Hey guys and girls on Ask Japanese, this is Kathy Cat today from our office here in Tokyo, and we went to the streets of Tokyo to interview Japanese girls and boys and ask them about cheating here in Japan and would they revert to revenge. We're gonna find out together, but first of all, also let me give a big thanks to all the members that are here and everyone who has subscribed. Thank you so much, guys. You make it possible for us to keep doing the awesome work that we're doing here for you. So now let's go and start the interview. 浮気されたことありますか？浮気されたことはある？この子のことをすごい好きって言ってた子がいて、で半年1年ぐらいずーっと好き付き合ってくださいって感じでいた人がいるんですけど、でその人がこうもう一個学年上がってこの子の理想の男になって告白します。じゃあまだなんていうか好きだけど今後は告白するから待っててねみたいな。そうですっていうのがあって、でそっからでそろそろ告白来るかなみたいな感じで、今年の4月5月ぐらいに年上がって来るかなって思ってた矢先、その人に彼女ができたんですよ。あら？ちょっと約束と違うじゃないですか。それですごい昇進してました。ショックでしたね。告白するんで待っててくださいって言われてて、私もちょっと気になるじゃないですか、相手のことが。なんかそんなに私のこと好きなんだって思ってたら、なんかもっと理想になって帰ってくるんでとかって言うから、じゃあ待ってようかなって思って、でだんだんなんか気持ちがその子に向いてきて、ちょっとなんか私も好きかもって思ってたら、なんかいや彼女できましたよってその子の周りの友達から言われて、みたいなもうショックで、1年間この子だけは絶対私のことを裏切らないって思ってたのに、その子が私のことを裏切ったじゃないけどっていう結果になって、何にも信じられないってなって、なんかそれこそ緊急事態宣言が新しく発令された時にもうそれが来て、だから遊びにも行けないし、もう一人で部屋でずっとなってた時はありましたね。じゃあもう気持ちが裏切られたって感じですよ。そうです。なんか恋愛は本当にひどくて、私がちょっとあんまりなんかいい思い出がなくて、大体変な人に引っかかるっていうか、変な人のこと好きになっちゃうんですよね、私が。だから高校生の時、高2の時、なんか相手がメンヘラすぎて、なんかもう別れたくなったんですよ、私が。で別れたいって言ったら今からホームに飛び降りて自殺するからみたいな、それが嫌なんだったらなんか駅まで来てみたいな言われて、急いで行って、でなんかでも別れたいんでしょ、じゃあ死ぬからお前がいない世界なんて考えられないからとか言われてみたいな。でなんかその時にじゃあ別れないからって言ったけど、結局なんか2回目またそれがあって、なんかもう死ぬからみたいな言われて、でなんかいやごめん別れないよって言って、結局なんか私は好きじゃないまま付き合い続けてたら、なんか向こうもだんだん気持ちが離れていったのか知らないけど、私が絶対してないのになんか私がなんか浮気したみたいに言われて、嘘を周りに流されて、でなんかあいつは浮気者だみたいに言われて、で一時期その部活内でなんかもう孤立っていうか、なんかもうあいつ最低みたいな、それでもう誰にもなんか信じてくれなくて、いやなんかどうせやったんでしょみたいな言われて、いややってないけどなって思ったけど、もう何言っても信じてくれなくて、もう弁解するのめんどくさいからこのままでいいやと思って、いや私はもう真実しか言いませんって思って、もうずっと孤立してました。周りがそれを信じちゃったっていうのが一番辛くて、今までずっと友達だった子が喋ってくれなかったりとかして、それがそうなんかもうなんか私とその人の話なのに、それに第三者が絡んできちゃったから余計めんどくさくて、それがショックだったみたいな恋愛ばっかしてるんですよ。だからあんまりいい思い出なくて大体ね、こういうエピソード大体こういうエピソードがついてきてどうやってこのシチュエーションからなんていうか脱出できたんですか？なんか私のことについてずっと浮気してるって言ってた女の子たちが、なんか本当に浮気してたって聞きに来たって、私に直接。でいや
聞きに来てくれてありがとうと、なんか実はそうじゃなくて向こうが言ってるのはこうこうこうだけど全く違くてって話をしたら分かってくれて、でその子たちが結構なんか周りにいろいろ発信するタイプの子だったから、その子たち起点で違うんだってみんな気づいてくれて元に戻ったみたいな感じです。じゃあその人たちがちゃんと話を聞く。そうですね、聞きに来てくれたのが一番でかくて、もう私から言っても多分誰も信じてくれないだろうなって思ってたので、そこからなんか来てくれて、なんか本当はどうなのよって聞いてくれたのが一番そこから変わったかなと思いますね。なんかすごいアニメ的な人にしか聞こえないですけどなんかいやもうめっちゃ復習考えたし、そのなんかもういつやってやろうかみたいな感じだったんですけどいつボコしてやろうかって感じだったんですけど、でもなんかそこまで労力使うのももったいないなって思っちゃって、結局それやったら多分向こうと同じ立場になっちゃうし、なんかいついやどっちが本当なのって言われた時に、いや私もあの時ボコしちゃったからなとかってなったら、なんか私もなんか強く言えなくなっちゃうじゃないですか、あっちが悪いって。だからどっちも悪くなるんだったらここは我慢しとこうと思って、そうですね、それが一番の復讐かなと思って、なんか最終的にあいつが嘘ついてたんじゃんってなった方が一番向こうが答えるかなと思ったんで、実際あの時その彼氏と仲良かった友達とかもなんか離れてっちゃってて、もう今は友達じゃなかったりとかしたんで、やっぱそれが一番いい復讐だったんじゃないかなって思って、だから我慢しててよかったなって聞いてもいいですか？最初はどの復習しようと思ってたんですか？もうなんだろうな、なんかその彼氏がいたバンドのバンドメンバーと仲良かったりとか、その彼氏の友達とかと仲良かったんですよ。だから私もなんかないこと言ってやろうかなって思って、なんか真実言おうと思ってた。あの人なんかエッチなビデオ出演してたらしいよとか、なんかもうデマを流してやろうと思ったんですよ、私も。でさすがに男の子だし力じゃ勝てないと思って、だからその女の子ならではのその情報網っていうか、なんか本当らしいよみたいな、なんかあの人もなんか浮気してたらしいよとか、それこそ SNS とかでもう叩いちゃえばもうただの一般人だし、私の方が高校生だったから、女の子だし、なんかそんなことするやつ許せないねとかって言ってくれる人いるかなと思って、もう袋叩きにしてやろうかなって思ってました。でもそれやったら同じだなと思って我慢しました。偉い。あんなに嘘流れされたのに自分はやっぱりいい人でいようと。そう、いい人でいるのが多分一番得だなと思ったので、なんか最終的にメソメソ泣いてればみんなそうだよね、嘘つかれててんだよね、ごめんねって言ってくれるかなと思って、だからやめました、言うのは。偉い。偉い。特に浮気るないかな。ない。いや、ありますね。楽しい。自分で気づいたかバレたか相手が言ってくれたんですか？どんな感じだったんですか？あんまり気にしてなかったですね。そうなんですか？なんでですか？いや、なんか別に追求もしないし。じゃあその時はバイバイするんですか？それともそのまま続くんですか？いや、そのままです。続くんですか？はい。それ文化の違いだと思うんですけど、どういうことですか？けど多分大概僕は相手に振られることの方が多いんで、基本的に大概振られます。じゃあなんていうか、その人とそれでも頑張ったってことですか？頑張ったのかな。海外の意識かもしれないんですけど、なんでその時にははいさよならってはならないんですか？確信がないからですかね。だから探らないんですよ。探らないし、いいじゃないですか、個人の自由で。簡単に言えばもし例えば浮気をされたとして、浮気をされてしまったってなったら、で相手の気持ちがそっちに行ってしまったんだったら、自分にも非があるんですよ。そういう風にさせてしまっている自分がいるってわけじゃないですか。自分を責めちゃうんですか？責めるっていうか、そんな重くないですよ。重くないけど、多分自分が相手にそういう常に相手に対して相手がそういう気持ちを持っているんだったら、別に浮気を多分しない、そんな感じです。なんか全然違う海外となんかごめんなさい、新しくて。でも浮気も別にその時だけかもしれないじゃないですか、やっぱり。だけど戻ってくるかもしれないし、要はストレス発散な一つのそういうものなのかもしれないし、それって人それ分かんないんですけど、もちろん原因を探る？ないです。何も言わない。原因とかも全然探らないです。
あとはあんまり干渉しないです。相手の。だからあれですよ。もうするならバレないように。にしてほしい。おお。浮気されたことありますか？はありますね。してるのみたいなのは一応聞くんですけど、してないよって言われたら私はそれを信じちゃうんで。で、その後どうなったんですか？その後どうしても噛み合わない部分が出てきて別れちゃったりとか。じゃあ浮気の理由で別れたんじゃなく、その後また信じちゃうから。そうですね。多分なんか周りにもそれじゃダメだよみたいな言われて、そうだよねみたいになって。でも自分は信じたかったんですね。信じたかったけど、やっぱそれを何回も繰り返されちゃうと、もう無理だなみたいな。何回も繰り返してたんですか？そうですね。おお、それ痛い。復讐とか、復讐は自分を磨いて、やっぱりなんか活動したりとかして、なんかいろんな SNS で自撮り上げてファボいっぱいもらったりとか、そういうの。おお、いいですね。ちょっと自分の自信を取り戻す方法。浮気について聞くんだけど、浮気されたことありますか？あります。あります。おお、で、相手日本人か外国人か？日本人のハーフでした。結構日本人のすると、なんか外国人さんと付き合うと自分がかっこいいと思ってる人が多いんだけど、実際真面目に付き合ってくれる人はほぼいなかったんですよ。だから俺ちょっといいからみたいな。そうなんだろうねっていう感じ。なんかつまにしたいとかもほんとちゃんと彼女ってしたいの人はほんと少ない。外国人だから遊びイみたいな。そうなんか見て僕の彼女美人の外人さんだみたいな感じなんですけど、真面目じゃない人が多かったです。じゃあ本当に遊び感覚で。そうなんか本気で。そうですよね。それはちょっとキュンっていう感じになって、あんまり心も開かない人間になっちゃった。かわいそう。じゃあもしかしてちゃんと真面目な人が恥ずかしすぎて声かけない。で、声かける人いると思います。いる。いっぱいいる。いるから頭に自分だけケチしたりとか、ちょっと声をかけたりとか、友達だけになるだけのは嬉しいなって思うけど。じゃあ逆に日本人の男性にどうしてほしい？なんだろう、もうちょっと人のこと人の心に関してを考えてほしい、真面目に。なんかどこから来たとかはなくて、みんな同じだからさ、自分で浮気されたらさ、どうと思いますか？嬉しいかいって。悲しいよね。悲しいでしょってな感じ。浮気されて復讐したことある？ないよ。なんかもったいない。時間もったいないし、子供っぽいから、その人はもうバイバイってなるする。バレたのはどうやってバレた？結構みんなバレやすいんですよね。もう自分の友達のと話したらなんか分かってるんですよ。なんとなくで。そう。あと知り合いの知り合いとかはやっぱり間は知ってるんだったら結構バレやすいと思うし、あとはじゃあ本人が言ってないってこと？言ってない。でも嘘は苦手ですよね、みんな。あんまり嘘が言えない気がする。あんまり嘘がちゃんと言えないなって。そうですよね。日本人嘘が下手ですよね。可愛いなんですけど、こういう時は本当バレやすい。じゃあやっちゃったらもうバレちゃうからやめた方がいいよ。そうだね。We had a variety of answers here this time. We had people that didn't cheat but got hated on for being cheaters, which they weren't. We had people who cheated and got away with it. We had people who got cheated on and let the other person get away with it. And we had people that just thought they're so cool. It's fine if they cheat. Now, how is that in your country? Let us know in the comments down below. Does that happen? Have you been cheated on? Or have you been cheating? Let us know in the comments down below. And check out the other video we've done about cheating here in Japan. Thanks for subscribing.